こんにちは。ご視聴いただき、ありがとうございます。今日は、大分や名月について、少々ややこしいお話をさせていただきます。もみじに興味のない方にとっては、どうでもよいお話になります。まず、大分や名月とは、小葉内は楓の別名、板や名月よりも、葉が大きいということから、大分や名月と名付けられたそうです。とは言っても、実際は、小葉内は楓の方が葉っぱが大きいものもあって、必ずしも小葉内は楓より葉っぱが大きいとは限りません。葉の裂点が多く、9から11列に分裂しています。主に、標高の高い山に自生しているもみじなので、昨今の猛暑は、とても苦手だと思います。我が家にも、大分や名月が、園芸品種を含めて、何本もありますが、暑いと、すぐ葉焼けを起こすものが多いです。実は、盆栽業界では、この大分や名月というのは、すべて、葉内は楓として扱われているのです。今まで、大分や名月のことを、葉内は楓として売られているたびに、本当は、大分や名月なのにな、と思っていました。盆栽の展示会や、盆栽のお店では、大分や名月、として表示されているのを一度も見たことがなく、すべて、葉内は楓として表示されています。実際のところ、本当の葉内は楓を盆栽にしようとしたら、葉が大きすぎて、最近流行りのミニ盆栽には使いづらいと思います。では、なぜ、盆栽業界では、大分や名月のことを葉内は楓と呼ぶのか、いろいろと昔の書物などを使って調べてみました。あくまでも、私のお得意な推測です。大分や名月と名付けたのは、明治時代の白沢博士です。そのため、学名に、白沢、という名前がついています。その頃には、すでに、もみじの園芸品種というのは、たくさんあって、その白沢博士が、まだ学名をつけていないであろうと思われる、14歳だった頃の書物には、葉内は上の部、というカテゴリーの中に、葉内は楓をはじめ、小葉内は楓、大分や名月、木名内は楓などが、すべて一緒のグループで紹介されていました。つまり、うちわみたいなもみじ、というざっくりとした分類だったということから、大分や名月も、葉内は楓と同じものとして、葉内は楓、と呼ばれていたのだと思います。おそらく、実際の葉内は楓は、大きい葉内は楓、大分や名月は、小さい葉内は楓、みたいな感覚ではないでしょうか。ややこしくて、気持ち悪い感じはしますが、盆栽業界には、大分や名月という概念がないのだ、と思うようにすれば、納得がいくような気もします。そもそも、どっちも、ただのもみじだろ、そんな名前なんてどうでもいいじゃねえか、と普通の人は思われるはずです。ここまで、お話を聞いてくださった方は、本当のもみじマニアとお見受けいたしました。この、マニアックで、くだらない動画の最新情報を見逃さないよう、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。この動画が皆さんのガーデニングライフのお役に立てれば幸いです。また、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。